皆さん、こんにちは。イマリーです。このポッドキャストではいつもイマリーとマメコが日本語を勉強している人たちのために自然な日本語で会話しています。今日は私だけでお話ししたいと思います。今日のスクリプトは全部無料で公開しています。スクリプトはすべて振り仮名もついています。概要欄にあるので、ぜひチェックしてみてください。また、YouTube で聞いてくれている人は、英語の字幕があるので、よかったらオンにして聞いてみてください。今日はよく使う日本語フレーズを皆さんに紹介します。その前に、最近の出来事についてお話ししますね。先日、私は金沢に行きました。YouTube を見てくれている人たちは、私が歩いているビデオを見ていると思います。皆さんは金沢に行ったことがありますか？金沢はとても都会というわけではないんですけど、おすすめの観光地です。京都のような古い街並みもあり、日本を感じることができます。また、海が近いので、お寿司やカニなど海産物がとても美味しいです。金沢駅から歩いて15分くらいのところに、近江町市場というところがあるんですけど、そこでは美味しい新鮮なお寿司や海鮮丼などを食べることができます。この日、私は用事があって金沢に来たので、観光はしていませんが、次来るときは観光したいなと思っています。では、今日のテーマに行きましょう。今日は友達と会う、待ち合わせをするときに使うフレーズを紹介します。今日紹介するフレーズは、実際に会うときだけじゃなくて、友達と電話をする約束をしていたり、日本人の先生とレッスンをする約束をしているときにも使うことができます。ぜひフレーズをそのまま覚えて使ってみてください。まず一つ目、もうすぐ着くとき。例えば、あなたとお友達はカフェで待ち合わせをしています。あなたはもうすぐカフェに着きそうです。その時、お友達にメッセージを送ることがありますよね。私は例えば5分や10分前に到着するときはメッセージを送らないんですけど、ギリギリに着くときや待ち合わせをした時間にぴったりくらいで着くときは、念のためメッセージを送ることが多いです。その時、もうすぐ着くよ、もうすぐ着くよとメッセージを送ります。もうすぐ着くよ。このメッセージをもらうと友達も安心しますよね。また、もう少し正確に時間を言いたいときは、あと5分くらいで着くよ。あと5分くらいで着くよ。あと3分くらいで着くよ。あと3分くらいで着くよと言います。細かいですけどね。でもそのメッセージをもらうと、あと5分くらいなんだなーって安心しますよね。今は時間を言ったけど、場所を言うときもありますよね。その時は、今、新宿駅だよ。もうすぐ着くよ。今、新宿駅だよ。もうすぐ着くよ。ということができます。今、新宿駅の近くだよ。今、新宿駅の近くだよ。何々の近くだよ。という言い方もできます。また、
自分はまだついていない。待ち合わせ時間にギリギリだ。という時に、お友達はもう着いたのか気になる時ありますよね。そんな時は、もう着いた？もう着いた？もうすぐ着くから待ってて。もうすぐ着くから待ってて。ということができます。二つ目のシチュエーション。遅れるとき。電車が遅れてしまったときや、寝坊してしまったときなど、時々待ち合わせ時間に遅れることがありますよね。その時に使えるフレーズをいくつか紹介します。まず、遅れそうな時は、早めにメッセージを送る方がいいですよね。ごめん、ちょっと遅れる。ごめん、ちょっと遅れる。ごめん、ちょっと遅れそう。ちょっと遅れそう。ということができます。今、ちょっとと言ったんですけど、皆さん、ちょっとってどのくらいですか？これは人によって感覚が違うと思うんですけど、私はちょっと遅れそうっていうときは、5分以内かなって感じです。10分くらい遅れそうなときは、ごめん、10分くらい遅れそう。10分くらい遅れそうと時間も言います。じゃあ、なんで遅れるのか理由を伝えたいときは、ごめん、電車が遅れていて10分くらい遅れそう。ごめん、渋滞で10分くらい遅れそう。ごめん、寝坊して1時間くらい遅れそう。1時間遅れるのはやばいですけど、時々寝坊しちゃうこともありますよね。はい。あと、もう一つ便利なフレーズを紹介しますね。今、家を出たところ。今、家を出たところ。これは遅れる場合にも使うことができるし、遅れない場合にも自分の状況を伝えるときに使うことができます。もう少しカジュアルに言うと、今、家を出たとこ。今、家を出たとこ。もっとカジュアルに言うと、今、家出た。今、家出た。と言います。友達と待ち合わせだけじゃなくて、友達を迎えに行くときなどにも使うことができます。最後のシチュエーション。着いたとき。例えば、あなたはお友達と待ち合わせしているカフェの前に着きました。でも、友達がいません。そんな時、何とメッセージを送りますか？着いたよ。どこにいる？着いたよ。どこにいる？これはよく使いますね。また、着いたよ。カフェの前にいるね。着いたよ。カフェの前にいるね。このように場所を伝えてもいいですね。じゃあ、例えば、友達からメッセージが来て、ごめん、ちょっと遅れる。と言われたときは、何と返信しますか？大丈夫、ゆっくり来てね。大丈夫、ゆっくり来てね。焦らず来てね。焦らず来てね。焦らずね。焦らずね。いつでも大丈夫だよ。いつでも大丈夫だよ。ということができます。これらのフレーズは優しいニュアンスがあるので、ぜひ使ってみてください。待ち合わせじゃなくても使うことができます。例えば、何か約束をしていたことを友達が忘れていて、ごめん、忘れていた。明日送るね。と言ったとき、ゆっくりで大丈夫だよ。焦らずね。とか、いつでも大丈夫だよ。
ということができます。じゃあ、最後に面白い言葉をシェアします。何回も何回も遅刻する人、もう毎日遅れてくる人のことを遅刻魔、遅刻魔と言います。魔というのはちょっとネガティブな意味で使われることが多い言葉です。何回もする人、そればっかりする人という意味で使われます。なので、遅刻魔というのは、遅刻ばかりする人という意味です。例えば、友達と話していて、あの人は遅刻魔だから嫌だなというふうに使うことができます。遅刻魔というのは、冗談で友達同士で使うこともあるんですけど、あんまりいい言葉じゃないので、言われないように気をつけます。今日は友達と待ち合わせするときに使えるフレーズをいくつか紹介しました。よく使う表現だと思うので、ぜひそのまま覚えて使ってみてください。今日のスクリプトは全部無料で公開しているので、ぜひ勉強に使ってください。今日も聞いてくれてありがとうございました。今日はこの辺で。またね。